皆さんこんにちは。新名秀彦です。パート1に続いて医療法人名古屋放射線診断財団の理事長の岩田先生に引き続きご質問をですねいただきたいと思います。改めましてよろしくお願いします。今回はですね先生、治療についてということで、改めて思うのは早期で見つかってたところ、当時その手術をしてもらって目に見えるというのは全部取ってもらったんですけど、これリンパ節に9箇所の転移があるっていう中で、ステージ3でいうと僕は初めてその段階であれ5年後自分は生きてないのかもしれないという不安っていうのをその時初めて感じたんですけど、実際そのがんが見つかるステージによってもいろんな捉え方ってあると思うんですけど、実際どうなんでしょうかね。統計学的なことだけになってしまう。僕はいつも集学的治療の外来とかの時に皆さんにお話しするのは、皆さんやっぱり聞かれるんですよね、あとどれくらい生きられますかとかね。僕も聞きましたね。ただ例えばもう医療的に出ているのは5年生存率は10年生存、例えばステージ3の方だと5年生存率何%ですよっていうのは、5年後に何%の方が生きておられるかどうかというだけの統計ですから、ご本人にとっては0か100なんですよ。ああ、なるほど、そうですよね。はい、確かに。で10年生存率っていうのも、その時生きておられれば、それはご自分にとっては100、亡くなっておられれば0だし、何年生きられますかなのは、これはまた西洋医学の人間が言うのはおかしいですけど、いつも皆さんに神様しか知らないっていうのは最後に言うんですよ。本当にそれは今も治療も本当にどんどん年々進んでますし、すごくその生存率っていうのを改善されてきて、だからこれはもうご本人のずっと様子を見てみないとどうなるかというのは本当に想像はつかない。だから僕らがお話しできるのは、何十万人何百万人という単位の統計を取った時の確率論でしかものは言えませんということです。5年後生存率が、例えば僕の場合だと、当時一番最初は 40% は厳しいかなって言われてたので、そうそう自分の捉え方として、5年後にいないのかなと思ったんですけど、それはあくまでも統計の話であってっていうことなんですね。5年生存率っていうのは5年後に生きてる方なので、1年後に亡くなる方も見えますし、それは分からないですよねっていう、そんなことを気にするよりも、今の治療に専念しましょうよという、なるほど、そういうことを皆さんにはお話ししてます。改めてがんの治療っていろんな治療があると思うんですけど、それ大きく分けるとどんな治療っていうと、いわゆるがんの三大治療というのは、手術療法ですね、あとは放射線治療、あと化学療法、抗がん剤ですよね、その3つが大きな三大治療で、あとは今保険で通っているのは温熱療法っていう方法と、あとは高気圧酸素療法っていうのががん病名で通っている大きな5つの本当に早期の場合はね、手術でもう取れてしまえば、あとはもういいよっていう場合もありますが、例えば新名さんのようにリンパ腺に転移がありましたという場合には、全身にもう細胞レベルで、画像ではどこも出てないけれども、細胞レベルで全身に回ってる可能性があるようは、全身に抗がん剤っていうお薬を投与して追加の治療をしたりだとか、あとは手術でちょっと取りきれんぐらい大きいよねっていう場合には、手術の前に何クールかその化学療法、抗がん剤の治療をして、ちょっと小さくしてから手術で取りましょうだとか、組み合わせですよね、そういうのを含めて集学的治療に言うんですけれども、僕は三大治療っていうイメージだったんですけど、4、5っていうのがあるよってなるほどっていうことですと勉強になったんですけど、まだ6、7もあるんですよ。いわゆる保険で通ってないような治療もあるので、なるほど。本当にどの治療を選択していくのかっていうのは、患者さん自身の勉強していく必要もあるし、先生としっかりコミュニケーションを取っていくっていうことが大事ですね。わかりました。抗がん剤っていうのがあると思うんですけど、実際僕も膵臓に転移して、でたった2週間後に肝臓転移してっていうので、もう手術する体力がないという中で、抗がん剤一手ですよっていうことで、抗がん剤とブロックスを
始まります。で実際やってみて、こういろんな副作用ってかなり辛いです。もう結論から言うと、もう二度とやりたくないっていう、で髪の毛が、抜けていくとか、で髪の毛が抜けたってこう当時騒いだ時には、周りにはそのおっさん仲間に誰も興味ないよとみんなが言われましたけど、でもその髪の毛が抜けるっていうことよりも、その抜けた病人っぽい顔になっていく自分を見るのが辛かったっていうイメージだったりとか、あとその手足のしびれがひどくて、手袋をしながらこう家の中でドアノブを持ってやったりとかっていうことがあって、僕にとっては本当にきつかったなというのが覚えてるんですけど、今実際その抗がん剤っていうのは本当いろんな種類が出てきてると思うんですけど、実際どうなんでしょうね。ただやっぱり学会とかいうのは、医者の立場で抗がん剤っていうふうになると、その患者さんの QOL は関係なく、がんがどこまで治せるかっていう主眼を置いているので、その副作用があるなし、強い弱いっていうのはあんま関係なく統計が出てるんですよね。だから実際には学会でレジメント言って、ファーストラインはこれですよ、セカンドラインこれですよって言ってるのは、がんが一番治りやすい組み合わせで出てますから、ただ今はこれも10年前と比べれば、圧倒的にその吐き気を抑えたりだとか、副作用を抑えるようなお薬もどんどんこう進歩して、あとはがんの種類によっては分子標的薬といって、なぜ副作用が出るかというと、がん細胞を叩くために正常な細胞もある程度ダメージを加えちゃうわけなんですよね。だからそれを正常な細胞にダメージを加えないような、いわゆるがん細胞だけを特異的にやっつけに行くようなお薬も出ているので、そういうのに関しては圧倒的に他のお薬に比べれば副作用が少なくて済む。ただその効果とこう比較しながらどうするかっていうのはやっぱり医者と相談しながらご本人が決めていただかなきゃいけないことです患者が決断そうですね。その患者が決断をするためにもパート1でも先生のお話いただいたんですけども、ドクターとのコミュニケーションとか信頼関係、そのためには患者自身がどうしたいのかっていうのはやっぱり自分で決めていかないといけないっていうところがあるのかな。そうですね。名古屋共立病院さんでガンマナイフですね、もうお世話になっているというので、当時は僕その脳に転移した時、開頭手術行ってたという中で、でも開きたくないと、手術も怖いですし、傷跡も含めてわらもすがらもので、一旦共立病院さんだったんですね。でその時の、先生、津川先生にお世話になったんですけども、他の病院ではサイズが大きすぎて、これ無理だと言われてた。なんかこの大きさまでは経験がないけども、ギリ僕はいけると思うんだよね。僕はその先生の顔を見て、先生が任せろって言ってる顔にしか見えなかったんです。それで治療してもらって、これ何が一番大きかったかっていうと、やっぱりその QOL ですよね。やっぱりその首から下は傷がいっぱいありますけど、首から一切傷がないっていうところで、非常に大きかったかなと思うんですけども、このガンマナイフっていうものに関しても、幅広い意味でいくとこれ放射線っていう放射線になるんですね。だからガンマ線っていうものが当ててたりするんですけど、実際にはどういう形の治療になってるんですか？放射線治療っていわゆる電子線を当てたりだとか、ガンマ線当てたりだとか、あとは今陽子線とか重樹線、いろんな種類があるんですが、それぞれ違いはエネルギーの差ですよね。それぞれ一個一個が持ってる放射線のエネルギーの差があって、で大きく違うのはガンマナイフというのは低位放射線治療といって、昔の放射線治療っていうのはがんを治すっていう意味合いの放射線治療ってあんまりなかったんですよね。少なくとも僕医者なら40年前は、骨に転移して痛みがあるからその痛み取りましょうだとか、そういう治療が主流だったんですが、もう今は放射線治療だけでがんやっつけましょうっていう時代にはなってきていて、それは何がそうさせたかというと、放射線って特徴的に当てると
例えばお腹の中の臓器に当てようと思うと、だんだん表面からエネルギーが減ってっちゃうんですよ。皮膚に一番エネルギーが当たっちゃう、なので昔はこうなんかこの辺真っ黒系の人とか放射線治療をやったりすると必ずこの辺がやけどみたいになっちゃったりとかあったんだけれども、こういろんな方向からしかも腫瘍の形に合わせて、コリメーターっていうんですけどね、こちら側から見ると腫瘍こんな風に見えるね、こちらから見るとこんな風に見えるね、その形に合わせたこの放射線を当てて、より集中的にそこに当てるっていうで、皮膚に対するダメージを極力少なくして当てるとか、あとはそのガンマナイフもそうなんですけど、今は周りの臓器に影響を与えないような、なるべくその腫瘍をだけに近い状態に放射線を当てるというような治療がどんどん進化しています。で特にその陽子線だとか重粒子線っていうのは、体に入るとある程度深くなったところでドーンってエネルギーが出るんです。なので皮膚にはあんまり影響なくて、その腫瘍のとこだけエネルギーをぶつけてやっつけるっていう方向なので、今までにその副作用的な、放射線治療の副作用というのはいろいろあるので、例えば肺の近くに当てると放射線性の肺炎だったりだとか、あとお腹に当てると放射線性の腸炎になって、腸閉塞になったりだとか、いろいろなことがあったのが、それをどんどん少なくできるようになってきているので、なので頭に関してもいわゆる他の正常な脳にダメージが与えられちゃうと、そう腫瘍は小さくなったけどなんか麻痺どんどん進んじゃいましただとか、いうようなことになりかねないので、そういうのが抑えれるようになってきたという、なので放射線治療もどんどん進歩しているっていう状況ですね。幹部のところに向けてもうピンポイント爆弾みたいな感じですね、ドンとね、まさにそのガンマナイフにそのお世話になったからこそ、本当にこう頭に関して何も後遺症もないというか、しかもこう照射するのですごい印象的なのが、本当に寝てるだけだったんですよね。とにかくこう記憶で、そうですね、こうすごいマスクをピタッと離して、もうただ目つぶってもう終わったんですかみたいな感じだったっていうのは、本当に手術、放射線とか抗がん剤っていうのが一番こう体に負担のない治療だったっていうのをすごい思ったっていうのがありますね。特にあれですね、ガンマナイフの場合は頭ですから、今までだとね、頭に転移があると、もうこれちょっと難しいねっていうふうになっちゃうんだけれども、こちらの脳とかね、大腸だとか胃だとか肺のがんの方が、こっちはある程度コントロールされてて、症状はないのに、頭にあるだけでなんか意識もどんどん悪くなってしまうしみたいないう方が結構多かったんですが、今はじゃあ転移したがんも、もうガンマナイフでやっつけちゃいましょうと、やっつけちゃえば普通の生活がこっちは正常に近いので、普通の生活ができるようになってきたっていうのもガンマナイフのすぐ出てきた時のいいことだと思いますけどね。当時僕はサイズ的に 3.4 センチの大きさがあってっていうので、多分いけると思うよっていうのをやっていて、うまくいったんですけど、今実際その大きさ的なところっていうのは変わってる？ちょっと僕もそこはガンマナイフ専門ではないので、一応なんか5センチくらいまではやってますよね。そうなんですね。やっぱりどんどん進化してる。あとはその周りの脳にダメージを与えないということなので、1個だけであって、2個、3個、4個、多発的に多発にあってもそこだけやっつけていくっていうのが可能になっているので、先ほど先生のお話だと、その三大治療以外のところでの補助的な治療っていう話で、例えば温熱療法っていうのと、あと高気圧っていうところがあったんですけど、この辺ではこれはどんな治療なんですか？温熱療法っていうのは、これは50センチぐらいのこんな円盤を体に当てて、体の臓器を温めるんですね。これはもう昔からあるにはあったんですが、最近また注目されてきてるんですけど、がん細胞っていうのが42度から43度ぐらいで死んじゃう、熱に弱い。正常な細胞は44度か45度ぐらいまで耐えられるんですよ。そうなんですね。なので体のその腫瘍があるところを43度ぐらいまで温めて、がんを死滅させようという。
ただ放射線だとか抗がん剤だとか、手術で取るっていうのに比べれば、効果的にはやっぱり細胞を温めて自然に死んでもらうのを待つっていうあれですから、効果的にはその三大療法と言われるものよりは多少ちょっと少ないかもしれないですけれども、ただ今統計で出てるというか、もう実際に論文でも出てるのが、化学療法をやってる方にその温熱療法をやると化学療法の効果がめちゃめちゃ上がるとか、そういうデータはもう出ているので、もうこれは組み合わせてやるにはものすごいいい方法ですね。あとはもう手術もできないし放射線もちょっとなっていう方に温熱療法と高気圧酸素療法を合わせてやるっていうのもいい方法だと思います。組み合わせですね。単独でもできないことはない。ただ温熱療法というのはがん細胞を直接温めますから、相手がないという感じですね。なるほど。要するに手術でがんを取ったんだけど、ニーナさんがリンパ腺に転移があったから心配だからちょっと温熱療法をやってくださいけど、じゃあどこに当てますかっていう話になっちゃうので、必ず温熱療法は対象になる相手がいないとできない治療です。ある程度の変な骨幹の塊がそうですね。それで療法から高気圧っていうところに関して、で例えば検討したいなってなった場合に、例えばそれぞれの病院でどこでもあるわけではないですね。で例えばじゃあ違う病院でお世話になってますと。だけどこういう情報っていうのも今回これを知った上で、興味あるなとやってみたいなってなった場合、患者さんの負担として違う病院にも一回行ってみたいっていうこのバーっていう一つあると思うんですけど、こういう時っていうのはどういう伝え方を主治医の先生素直に言えばいいんじゃないですか。それも素直に。いやいや調べたけどこういう治療もあるんで、これも一緒にやりたいんですけど、そこで否定する医者は今はあんまりいないと思いますけどね。そうなんですね。ただ例えば抗がん剤とかなんかで治験薬という今後世の中に出てくるかもしれないなっていう新しい薬を使ってる場合は、治験薬使ってる時には他の治療を一切やっちゃいけないっていう規定があるので、そういうのをやられてる方はちょっと医者にそれはもうダメダメって言って言われる可能性はありますが、それ以外の場合は特に問題になることはないですね。そこはもう変に遠慮せずに、やっぱり自分の命なので、そこは素直に先生に相談を。それで何言ってんのって言われたら信頼関係なくなっちゃいますけどね。それで医者がやればいいですよ。シンプルな答えなわけですね。なるほど。やっぱ患者さんのコミュニケーション能力もそうですよね。だからあとは本当に素直に疑問をぶつけれるっていうのが一番大事なんで、それに真摯に答えてくれる医者が一番いいと思いますし、真摯にとか自分が納得するような方で答えを出してくれる人が一番合ってる医者じゃないですか。今回この動画を見てもらってる方も、例えば高気圧、温熱のまだ知らない方っていうのはすごくそうですね。名古屋市内でもやってるけど数箇所ぐらいしかない、県内で数箇所ぐらいしかないと思うんですね。でもともと高気圧酸素療法って最近そういう知見が出てきましたけれども、昔はなんか潜水病科の治療に使ったりだとか、あとはスポーツ選手ですよね。酸素テントとか骨折の治療で治癒がすごく早くなるとか、そういうのに使っている機械ですので、まだまだがんの治療としてはまだ皆さんには知れ渡ってないかもしれないですね。ただ保険で通ってるっていうことはそれなりの効果はあるんですね。情報を知るっていうのは患者さんにとって一つの大きな希望になってくると思いますし、やっぱり僕たち患者からすると先生の大丈夫だよっていうこの言葉ってめちゃめちゃ強力なんですね。なのでぜひ最後まとめで応援メッセージというか、患者さんの先生に伝えていただけると嬉しいなと思います。今日もお話の中でしましたけれども、5年生存率だとか、そんなのはあくまで全体的な統計でしかないので、ご本人にとっては100か0なので、
もう自分は100なんだっていう方を信じ込んで、で今までも話出ましたけども、自分の免疫力ってもう計り知れないぐらいの大きな力がある。治療に関してはもちろん説明は聞かないとダメ。主治医から説明を聞いて納得した上で治療を受ければいいんで、納得した時点でもう治療は全部任せたと。あとは自分で免疫を高めるような楽しい興味があることをどんどん考えましょう。楽しめってことですね。そういうことですね。がんの治療でもうこんなね、もう毎日憂鬱でみたいな、楽しくないじゃないですか、人生。そうですね。がんに治すことにフォーカスをすると、その目的はワクワクしないですからね。だからそれはもう自分が納得した以上医者に全部任せる。でそのためにも信頼関係ができる医者のところへ通院をするというのが一番大事。大変勉強になりましたね。今先生が言っていただいた最後に自分の気持ちの部分っていうのもすごく伝わったと思いますし、最後決断するのは自分で、そのためにも先生をね信頼するっていうところがやっぱ二人三脚なんだなというね改めて感じました。今回ね、先生もいろいろね、ちょっと僕もずかずかと聞かせてもらって、いろいろ勉強させてもらいましたけど、本当にね、この動画を見てもらった、ね、本当に特にその爽やかな方々が、よし、まだいけるぞと、自分大丈夫だと思ってもらえるね、一つのきっかけになれたら非常に嬉しいなと思っております。先生、最後まで貴重なお話をいただきまして、ありがとうございました。